全国でやろうというふうに呼びかけたのは日本軍慰安婦問題解決全国行動2010という、政権交代をしたその民主党っていうのはもともとは2001年から慰安婦問題を解決するための法案というのを提出してきたところなので、そこが政権を取ったということで、このチャンスを逃さないで慰安婦問題に取り組んできた全国のさまざまな団体が、連帯して行動を起こそうということで2010年の2月にスタートした、ネットワークなんですけれども、ここが呼びかけました。キム・ハスンさんという勇気ある女性が初めて名乗り出ました。訴え出る機会さえなく被害者だっていうことを周囲の人に知られることを恐れて戦後長い間暮らしてきて、そのまま亡くなってしまうという、そういう方々の方が圧倒的に多いわけですよね。時間の猶予は全くない今、私たちがもう必死の思いでここに来てるんだっていうこと、そのことを何とかして届けたいですね。20年って聞いて本当になんか辛い思いです。で2010年はご存知の通り、いわゆる日韓併合、100周年があって、で今年の2011年っていうのはキム・ハクスンさんが名乗り出てから20年、それが8月14日でしたし、でこの1000回デモを迎えるのが12月14日、これもまた一つの節目として、政府に、責任を果たさせるためのアクションを、強化していこうという、ある意味重要な日付です。スタートした時は女性国際戦犯法典のすべてということだったんですけれど、それから松井弥生さんの全仕事展のようなものもやってきましたけど、国ごとのことでいうと朝鮮半島の女性たち、それから東ティモール、中国、そしてフィリピンなんですね。今まで支援して被害女性を支援してきたいろんな各種のグループ、国内外のグループと、それから研究者の方たちにプロジェクトチームに入っていただいて、どういう構成にして何のパネルを作ったらいいのかっていうのをかなりけんけんごうごうと議論してですね、その国のおばあさんは、フィリピンだとロランがこのオープニングの時にも来てくださったんですけど、やっぱりこういうのを見ると本当に喜んでくださって、でなんか亡くなった自分の友人を触ったりして見てくださるとか、ここがやはり必ず日本に来たらおしゃべりをしたり、話をしたり、セミナーをやったりすることもありますが、そういう場所になってるっていうのはすごく嬉しいし、そういう役割を果たしてるなという気が。韓国政府が日本政府に対して協議申し入れをしてから国会にも働きかけをし、国会前でのデモもしてきました。それが今日この日に終わることができなかったっていうのは非常に残念です。腹が立っても腹が立っても及ばない。だから日本の政府は入れ替わり立ち替わり首相ばかりこしらえて、中軍慰安婦の女たちは全然解決する気しない。
俺は許さない。それだけに言ってる。去る沖縄戦で沖縄には130余りの慰安所があったということ、中共生の問題で同じ痛みを抱えている韓国の仲間たちと怒りを共に共有し、日本政府に訴えて国会の場で解決をして、このキルトは韓国のハルモニたちの1000回アクションが今日で1000回目のデモで、全国の日本人の皆さんがキルトで応援しようということで自分の思いを10センチ四方に書いてみんなで集めてキルトにしました。日本の政府は悪いことばっかりしてるから見て、それで解決してくれなければ、国会議員として皆様方にお詫びを申し上げなければならないと思います。集まっておられる方が本当に日本の良心であり、日本を愛する日本の良心であるという。人間の鎖があれだけ1300人も人が集まって外務省を取り囲むことができたっていうのは本当にすごかったんですよ。まあ600人いないと囲めないって言われていて、150人あと足らないとかっていうんで、どうやって集めようとか開けてみたら本当によく皆さん来てくださって、盛り上がりがすごかった。だけどそれだけに右翼の側のひどい妨害嫌がらせのヘイトスピーチもすごかったっていう、そういう結果になりましたよね。日本がまだきちんと謝罪してません。それをちゃんと謝罪するようにね、一人一人が協力するべきだと思います。1000回目と聞いてやむにやらぬやまれの気持ちで参りましたが、だから20年経ってしまって、その間にね事態は紛糾し、改善の見通しがないっていうのは本当に辛いことですね。無力感に打ちひしがれそうな気分になりますけど、今回ねこれだけ1300人の人が集まってちゃんと鎖がつながったってすごかったと思います。若い人から年配の人までものすごくねバラエティにあふれた人たちが来てもらえてね、チャンスもらえたしね、やっぱり真剣に考えてくださったんだなと思ってね、心強かったです。友達に初めて参加したので、そういう意志の強い人たちが集まってみんなで自分で体験できたので、あと若い人が意外と多くて、若い女の人とかあと男の人も多かったなっていうのがすごい、私としては意外でした。私は朝鮮学校出身なので昔から知ってました。とても重要な機会だなと思いました。何より1000人以上集まってとても良かったです。1300人来たので、一応イベント的にも連帯活動としてもすごく素晴らしいことができたなとは思うんですけれど、私はやっぱりかなり愕然とするのはそういったことを受け止める日本政府とメディアと、それがやっぱりそれを取り囲んでいる一般の人々っていう、そのことにはかなり衝撃を受けました。
旋回水曜デモを終わらせることができるのは実は日本政府だけなのです。